今回は2025年3月に約2週間ニュージーランドへ行ってきた時のパッキングを紹介します。まず今回の旅程について少し説明します。初日は自宅近くの空港から羽田空港に移動し、羽田空港近くのホテルに宿泊しました。2日目に羽田空港を出発し、シドニーを経由して3日目の夜にニュージーランドのオークランド空港に到着しました。その日はオークランド空港近くのホテルに宿泊し、その後は約2週間、知人の家に宿泊させていただきました。帰りもオークランド空港からシドニーを経由して羽田空港に移動し、空港近くのホテルに宿泊した後帰宅しました。旅行に持っていった荷物は大きく分けて3つあり、スーツケースとリュック、肩掛けカバンです。この動画では最初に家を出るときにそれぞれのカバンに入れたものを順番に紹介していきます。ただ初日に羽田空港近くのホテルで一泊しているため、国際線の飛行機に乗る前にはロストバゲージで紛失したら困るものを機内持ち込み手荷物に移動させました。動画内で画面の左上に商品名を表示しているので、その時に手荷物へ移動させたものについては横に手荷物と記載しています。それではパッキングの様子を見ていきましょう。最初にスーツケースの中身を紹介します。スーツケースの大きさは縦63センチ、横43センチ、奥行き27センチです。お風呂で使うものを準備していきます。2週間ニュージーランドに滞在するので、シャンプーとリンス、ボディーソープのセットは2セット持っていきました。使いかけの極潤のクレンジングは手荷物に入れ、未開封の無印良品のオイルクレンジングはスーツケースに入れて持っていきました。洗顔料も2つ持っていき、使いかけの方は手荷物に入れました。洗顔ネット、ボディタオル、クレンジングだけではアイメイクが綺麗に落ちないので、ポイントメイクアップリムーバーを必要な分だけ容器に移し替えて持っていきます。ポイントメイクアップリムーバーは液漏れしやすいので、小さいフリーザーバッグに入れました。ポイントメイクアップリムーバーと一緒に使う綿棒です。コットンは入れ忘れました。羽田空港の近くのホテルとオークランド空港の近くのホテルに宿泊するので、バスソルトと入浴剤も持っていきました。オークランド空港近くのホテルにはバスタブがなかったので、結局は日本に帰った日にホテルで入浴剤を使いました。お風呂で使うものをフリーザーバッグに入れていきます。2週間の旅なのでお風呂場で使うものは少し多めに持っていきましたが、ボディーソープは1つで十分でした。コットンを持っていくのを忘れたので現地で購入しました。続いてオーラルケアグッズです。歯ブラシと歯磨き粉、舌のクリーニングジェルと舌クリーナー、デンタルフロス、折りたたみできるコップ、うがい薬も持っていきます。オーラルケアグッズは IKEA のフリーザーバッグに入れてまとめました。このように物を使う場所や用途ごとに分けてフリーザーバッグに入れておくと管理がしやすいのでおすすめです。コンタクトレンズ用品も持っていきます。2ウィーク用のコンタクトレンズ、1デーのコンタクトレンズも持っていきます。これは機内持ち込み可能なサイズの洗浄液で、コンタクトレンズケースもついています。コンタクトレンズ用品もフリーザーバッグにまとめます。入り口が二重になっているので、液体物を入れても安心です。次は洗濯グッズです。私は嗅覚過敏気味なので、知人の家で洗濯機を使う時用に試供品でもらった無香料の洗剤と、100円ショップで購入したシートタイプの洗剤を持っていきました。でも知人の家で使っている洗剤は匂いが強くなかったので、この洗剤を使うことはありませんでした。洗濯ネット、洗濯した服をかけるための折りたたみハンガー。もし部屋に服を干せる場所がなかったら困るかもと思って洗濯ロープと S 字フックも持って行ったのですが、部屋の中に干す場所があったので使いませんでした。
洗濯グッズはダイソーのそのまま洗えるトラベル収納ポーチに入れました。洗濯ネットに服が入りきらなかった時にこのポーチも使えるので便利です。スキンケア・ボディケアグッズです。無印良品の化粧水、乳液、ホホバオイル。普段使っているヘアオイルは大きいので必要な分だけ容器に移して持っていきます。初日に羽田空港近くのホテルに宿泊した時に使うフェイスパック。ボディクリームとハンドクリームとして使える大容量のニベアソフト。ネイルオイル。2週間以上旅行に出かけるので爪切りと電動カミソリも持っていきます。安全のために電池は抜いて機内持ち込み手荷物で持っていきます。お風呂上がりに使うスキンケア・ボディケアグッズをまとめます。ジップロックのリボンデザインは可愛いのでお気に入りです。体調管理グッズも準備します。マスク。私は喉が弱いので乾燥に備えて喉ヌール濡れマスクを2数分持っていきました。マスクの内側に袋がついていてウェットフィルターを入れて使います。マスクを捨てるときに使うビニール袋、カイロ、体温計、ポケットティッシュ、ウェットティッシュ。結局、喉ヌール濡れマスクはホテルと機内でしか使わなかったので、知人に何枚かお土産として渡しました。他にも旅行先で体調不良になったら、現地で必要なものの買い出しをするのは大変なので、食べ物も持っていきました。飴。食欲がない時のためのゼリータイプのカロリーメイト。海外では食べ物を買った時にカトラリーをもらえないことがあるので、少しだけ使い捨てのカトラリーを持っていきます。化粧品も持っていきます。前髪を留めるヘアクリップ。日差しの強いニュージーランドでは必需品の日焼け止め。カシオの BB クリーム。ルナソルのアイシャドウベース。フェイスパウダーとパフ。ケイトのアイブロウパウダーは長年愛用しすぎて蓋が壊れています。アイブロウブラシ、アイブロウペンシル、眉マスカラ、アイシャドウ、アイライナー、ビューラー、マスカラ。イプサのフェイスカラーパレットはチークとハイライト、シェーディング、化粧直し用のフェイスパウダー、ミニブラシが一つになったもので荷物を減らすことができるので便利です。口紅、櫛、ヘアワックス。化粧品はすべて機内持ち込み手荷物で持っていきました。日焼け止めやヘアワックスは厚みがあるので下の部分にマチがついているフリーザーバッグに化粧品を入れました。入り口もスライド式なので開け閉めが楽です。服はかさばるので圧縮バッグに入れて持っていきました。下着と靴下はなくなったら困るので機内持ち込み手荷物に移動させました。ニュージーランドにはサンドフライという虫がいて刺されるとかなり腫れて大変だと知ったので虫除けスプレーと携帯用のどこでもベープを持っていきました。しかし私はニュージーランドでは室内観光が中心だったのでニュージーランド滞在中、虫に刺されることはありませんでした。便利グッズも持っていきます。小さいハサミは買ったもののタグを切ったり、お菓子の袋を開けたりするときに使います。マスキングテープと付箋。知人の家には猫がいて、服に猫の毛がついてしまうかもしれないので、携帯用のコロコロを持っていきました。現地で通信プランを契約した時に SIM カードを入れ替えるピンも持っていきます。小さい便利グッズはなくなりやすいので IKEA のフリーザーバッグにまとめます。マスキングテープと付箋はホテルのドアの覗き穴を塞ぐのにも使えます。着圧ソックス。これはポンプ式のネックピローです。丸くなっているところを手で押すと空気が入っていきます。変換プラグは無印良品のものを長年使っています。これ一つで全ての形に対応していて、袋にプラグの組み立て方のイラストが描かれています。変
管プラグは3つのパーツに分かれていて、組み合わせて使います。パスポートや貴重品を入れるケースはズボンのウエスト部分やベルトに引っ掛けて使うタイプを新しく購入して持っていきました。パスポートケースは首からかけるタイプは首から紐が見えてしまうのが気になるし、お腹に巻くタイプは夏場だと暑くて蒸れてしまいます。これはあまり売っていないタイプですが使いやすくてとても良かったです。ホテルで使うスリッパ。1枚あると何かと便利なコンパクトな速乾タオル。一人で移動するときに大きな荷物を持ったまま移動するのが難しいことがあるかもしれないので、防犯対策としてワイヤーロープと南京錠を持っていきます。観光地でもらったパンフレットを入れる用のクリアファイル。知人に観光地の予約をしてもらったので、支払いをしてもらった分のお金を入れて渡すためのポチ袋。荷物をスーツケースにそのまま入れるとバラバラになりやすいので、ボストンバッグとしても使えるケースに荷物を入れていきます。小物はこのピンクのケースに全部入れて、服と知人への手土産をスーツケースの隙間に詰めて、スーツケースの準備は完了です。荷物を入れた後のスーツケース全体の重さは16キロでした。スーツケースにはロストバゲージの対策としてネームタグをつけました。個人情報が丸見えなのは怖いので隠れるタイプのネームタグにしました。荷物につけるところが紐ではなくベルトタイプなのでちぎれる心配もなさそうです。リュックの中身を紹介していきます。リュックは愛用している無印良品のリュックを持っていきます。まず最初に重要書類のコピーや薬を入れました。荷物がたくさん入るシュパットのエコバッグ。コンパクトなナップサックも持っていきます。ナップサックとして使うだけでなく、リュックの中の小物がバラバラにならないように大きい袋として使うことが多いです。メガネ。ニュージーランドは日差しが強いので折りたたみできる小さいサングラスを持っていきました。今まで日差しの強い場所に旅行に行くときには普通のサングラスをケースに入れて持って行っていましたが、使わないときにカバンに入れるとかなり大きくて邪魔だったので、折りたたみできる小さいサングラスを購入して持って行ってよかったです。軽量タイプの折りたたみ傘。傘は JTB と3COINS がコラボして作った袋に入れて持っていきます。中は吸水素材なので傘を濡れたまま入れても水が出てくる心配がなくて安心です。すり防止のためにリュックにファスナークリップをつけました。真ん中の切れ目を合わせてデコボコの部分をはめます。鍵だと手間がかかりすぎるので初見では開け方がわかりづらいこれを使うことにしました。肩掛けカバンの中身を紹介します。ガジェット類を準備していきます。スマートフォンは Google マップを使ったり写真を撮ったりKindle で電子書籍版のガイドブックを読むための必需品です。スマートフォンにストラップをつけるためのシートはスマホケースの間に挟んで使います。肩掛けストラップ。体調管理のためのスマートウォッチは歩数や睡眠スコアを測ることができて便利です。これは充電器とモバイルバッテリーが一つになったもので急速充電に対応しています。このケーブルも急速充電対応です。移動中にオーディブルや音楽を聴くためのワイヤレスイヤホン。ノイズキャンセリング機能がついています。知人の家の離れに宿泊させていただく予定なので、念のためにフラッシュライトも持っていくことにしました。以前、民泊を利用した際に、夜にスマホのライトを照らしながらナンバーロックの鍵を開けるのが大変だったので、服につけられるクリップ式のライトにしました。どこでもベープと電動カミソリ用の電池。カバンの中がぐちゃぐちゃにならないように巾着袋の中にガジェット類をまとめます。重要書類と文房具も持っていきます。パスポート。チ
チケットや書類を入れるクリアファイル、ボールペン、旅行の予定や重要事項を書き込んだノート。財布はリスクを分散するために3つ持っていきます。小さめのコインケースにはすり防止のためのストラップをつけて、カバンの内側のファスナーにつけます。クレジットカードのスキミング防止カードはクレジットカードにぴったり重ねて財布に入れます。カードをさっと取り出せるので旅行中のメインの財布に入れました。スキミング防止カードは2枚しかなく、旅行に持っていくクレジットカードの枚数には足りなかったので、ダイソーでスキミング防止カードケースを購入しました。使うときにカードケースからクレジットカードを取り出すのが少し大変だったので、予備のクレジットカードを入れました。外貨と日本円を分ける用のフリーザーバッグ。空港で保安検査を受けるときに必要な液体物を入れる用のフリーザーバッグも持っていきます。酔い止めの薬。飛行機で耳がキーンとするのを防ぐための飴。耳栓。小さいハンドクリーム。リップクリーム。目薬。ヘアゴム。手を洗うときに使う紙石鹸。ハンカチ。ポケットティッシュ。ウェットティッシュ。アルコール消毒ジェル。便座除菌クリーナー。荷物を引っ掛けるときに便利な折りたたみ回転フック。いろんな方向に動かせるので普通の S 字フックよりも便利です。エコバッグ。カバンの中がぐちゃぐちゃにならないようにポーチに細かい荷物を入れます。ポーチの中に細かい仕切りがあるのでたくさん物を入れても取り出しやすいです。便座除菌クリーナーを持っていきましたが、ニュージーランドで利用したトイレはどこも綺麗だったので結局使いませんでした。念のために持っていったけれど使わなかったものもありましたが、現地で調達するのが難しいものは安心のために持って行ってよかったと思います。肩掛けカバンに荷物を入れてパッキングは完成です。肩掛けカバンにもファスナークリップをつけました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。